スッとこう、あ、これ大丈夫ですか？ね、そして生産立ちの利合い、重心移動で移動します。肩人前でするのすげえ嫌いですよ。なのでこれカットね。ですよ、筋肉って縮むことしかできないんですよ。ってことはもうすでに縮んでる緊張ですよねは使えないってことですよ。もうそこの筋肉使えないってこと。例えば久野さんを投げようと思った時にこれですよね。これほら今久野さんとぶつかってほら僕の肩がグッと上がりますよね。これがいかんのですよ。それがなくなった状態でこういくとね、こうね、なった状態でこういくとね、こうね。なんかね、ぶつからないじゃないですか、はい、ね、そう。まあ、僕ね、肩人前でするのすげえ嫌いですよ。なのでこれカットね。ちょこっとだけ。肩ってですよ、だからさっきの話ですよね。自分の力みに気づいて上達していくんですよね。だからやればやるほど気づいていくんですよ。あっていうのを気づいていきます。なので残したくないんです。だけど今日はお仕事なんでねやりますけども、はい、心に焼き付けといてください。で忘れてください。いきます。はい。生産。せい。はい、生産という方ね、正直ね覚えなくていいです。まあ覚えたい人は覚えてください。で別に覚えるのが目的じゃなくて、この中で行われている鍛錬ですよね。体を作っていく、そしてその技を身につけて思想を理解して、いざって時に役に立つっていうのが大事ですね。はい、で早速やっていきたいんですが、まず立ち方ですね。これ、僕ら生産立ちと呼んでますが、生産の方の立ち方が生産立ちと呼んでます。でこれ何をしてるかっていうと、内反地立ちっていうね、内反地の方でも一緒なんですけども、僕ら膝とか股関節とか、背骨ですよね。この関節です。関節で遊ぶ、力む、緩むってことが起きます。例えば肩が上がる、これも一緒ですね。肩関節でこう力が逃げてる状態、膝関節で逃げる、股関節で逃げる、背骨で逃げる、ね、これは大事な機能なんです。これがあると僕らは安定できる。こうバランス取ったり力逃がしたりねできる。自分のためにバランス取ったり力を逃がしたりできる。だけど自分が伝えたい時にも力を逃がしてくれるんですね。だからパンチが軽くなったりとか、地面を蹴った時にグニャーンってやるから遅くなったりするんですよ。このタイムラグがね、グニャーンっていうの遅い、刺されちゃうんです。それだとね。そうだから関節部分の遊びを取るということが目的です、ね。でそれを身につけたらもう別にこういうね楽な状態でもその利合いが体にもう入ってるので、別に曲げようがなんだろうが力は逃げません、ね。だから型って大事なんですよね。型通りやるんじゃなくて、型の中の型を稽古すると得られるものが体に入ったら型を外していいんですね。どんどん自由になる。それが素晴らしいところですね。はい、でこの生産立ちというね、この立ち方、じゃあ3人ちょっといいですか。はい、僕とちょっとスクラムを組んでもらう。じゃあ塚本さんと石倉さんがこうなって、じゃあ中山さんは後ろに入ってもらっていいですか。ごめんなさい、スクラムって言ってもごめんなさい、お相撲ぐらいの感じしましょうか。こういう感じですね。でちょっと僕パワーで押しますんで、パワーで押してください。いきますよ、せーの、押してください。これが普通ですよね。パワーで押したらさすがに3対1じゃ勝てません、ね。でこっちがその生産立ちの利合いですね。形を作ります。そして生産立ちの利合い、重心移動で移動します。は
はい、じゃあじゃあ押してください。これが正三立ちの居合ですね。後ろ足に力逃がしてます。でそこから前足に移しますね、ありがとうございます。石黒さんがすごい本気満々だったね。ありがとうございますありがとうございます。はい、今ね何をしたかっていうと、3人の力をここの遊びを取って地面に流しました、ね、さっき言いましたね、力みっていうもの、あるいは緩み、遊びで力を受け止めるんです。だから例えば腰で受け止めたら3人の力を腰で受けることになります。足でこう蹴ったら足で受け止めることになります。そうすると、3対1だとね、単純な物量勝負で負けます。だから自分の中を通り道にしたんですね。受け止めなかったんです。力みを作らない、伸ばす。そうするとここにほらアース、つっかい棒になってて地面を押してもらったんですね。そうすると僕はこの形を維持すればいい。これふぬけちゃダメですね。ちょっとほらやっぱ3人のベクトルがいろいろ来るので、それでこう形が崩れちゃうと負けちゃうんです。形が崩れてもいいけど、その利合が崩れたらダメだから、その利合を守る、相手のエネルギーをここでこう流すっていう利合を守るための力は使います。だけど相手にこういう力はゼロですか。これが型の大事なところね。手を伸ばすっていう力は使わないんです。形を守る、利合を作るための形をずっとこう作った結果、手が伸びてるように見えるだけ、ね、体をつなげ続けるってことをやるんですね。今こうやりました。で今度はその後はあえて遊びを作ります。隙間を作りますね。今3人の4人の力、3人の力ここに流れている。で4人の重さ、僕も入れた4人の重さが今一つの塊になっている状態です。で一つの塊がここに遊びを作ります。前足に遊びを作ります。そうするとそこで受け止めるんですね。おーと4人の重さここに移動しました。ブワーンと。でここに乗ってこれがゼロになりました。だからここに触ってここにふわーふわー、ね、力みや緩みが、遊びといってそこで受け止めます。だからこの4人の重さをここに遊ばせる隙間を作ることでふわーっとここに流れ込んでいく、流れ込んでいく、流れ込んでいく、ね、だから僕は3人を押したんじゃないってことね。4人で仲良しになって一緒にこの前足のところに移動したっていう状態ですね。だから喧嘩になってない状態。これが正三の利合ですね。じゃあこれを先ほどですね、このみぞおちとかかとをグッとこうやって綱引きしなきゃいけません。ものすごいきついです。これがすぐね、僕らサボります。さっきのね、僕ら無視するんですよ。このサボってることに気づきません。だってしんどいからね。だから頑張ってください。みぞおちとかかとがうわーっと綱引きしますね。背骨って無数にね、こう背骨骨がありますよね。いっぱいありますよね。だからすごい緩みます。頑張ってください。みぞおち前、かかと後ろね。あと股関節、膝関節がこうやってたわみますね。曲がりたい。それをさせません。そのために遊びを取らなきゃ、こう張るってこと。こうやって張る、股関節、膝関節をこう外側に張るとこうアーチができますね。こう前膨らみのアーチ。アーチっていうのはすごい合理的な構造なんですよね。どっかで受け止めない形、全体で受け止める形、ブワーッブワーッとこういう顔とか声出してください。恥ずかしければ心の中で出してください。そうしないと絶対たわみます。人はその意識でコントロールしていることと無意識でコントロールしていることがあります。でこれは無意識の部類ですね。僕ら無意識にこう休んだりバランス取ったりする。それをさせないためには雰囲気作らないといけません。いいですか、雰囲気です。本当にだから声出せっていうのは、ね、精神論じゃないですよ。もう絶対にそうなんですよ。人の体ってそうなってます。 5% のこの理屈じゃないんですよね。うわーってやった時に今この遊びが取れました。で取れたってことはこの指先に隙間作ればうわー流れ込んでいきます。今ねほんのちょこっと浮かしたんですね。その隙間ができました。つながってるところの隙間にうわー流れ込んだ。後ろ足はフリーだから寄ってくる。ここに流れ込んでいく。うわっていう風に正三移動をね稽古します。で人はいいですか、1ミリ動けば絶対たわみます。絶対だってね1ミリ動くってことは1ミリ引かないとほら
前に行けば後ろに引かないとここにいられないじゃないですかね。右手、こう手勝手にこう触れてこれバランス取ったりしますよね。もう無意識があらゆるバランスを取ります。僕ら例えばここからこうした時にね、これが分かりですかね。ほら無意識にお尻出ますでしょ。バランス取るんですよ勝手にね。でそれをしないために頑張ってうわってこうやらないと僕らは勝手にこうやってバランス取りますから、こうやってねこうやってねこうやってね、ほら本当はこうですよね。足を上げる前にこっちに乗ってから上げるってことをしますね。これ勝手にやりますんでね。だからめちゃくちゃ頑張ってください。うわーって頑張ってらーってやらないとすぐこうなります。こうやりますよね。足上げたらこうやりますよね。指先浮かす前にこうなります。それ許さない。うーって感じでね頑張ってください。じゃあやってみましょう。どうぞ。ふら雰囲気作るで、下向かない、前見て、背骨が曲がっちゃいます。で腰を曲げないこと、みぞおちが前です。ほらこの形こうしてるとこれを力んでる証拠です。こうですか。腰を伸ばしてください。腰はまっすぐ、みぞおちで立てる。しんどいからね、もうやっぱりそれしたくないんですよね。すぐ形がこうなります。このが楽だからこうですみぞおち前塚本さん、みぞおち前、もっと前、そうそうもっと前です、もっと前、きついね頑張って、はい、稽古ほらこれはほら緩いですよね。うわ清野先生いいですか、これ、はいどうぞ。この状態で、指先を上げるとこういうのが始まるんですけど、この後こっち行っちゃうんですけど、そうですね。今のは腰が多分股関節かな、が緩んでると思います。ちょっと見てください。この遊びがなければ指先浮かせばここほらここはたまないんでこうなっていくはずです。うわーっとでも多分こうなっちゃうのな。そうなんですよね。ここはほら曲がるってこと。そうここが張ってないんですよまだね。いやーって張らなきゃいけない。そうはい。例えばですね、今皆さんのこの稽古を続けてもらえばここに槍ができます。この槍を作る、いつでも作れるようになりますね。体を武器化することができます。ちょっと高橋さんこう踏ん張ってもらっていいですか。こう踏ん張ってもらって、例えばこれがパワーですね。これね、これ僕の力でこう筋力で押してる状態ね。でこれがさっきの槍、重心の移動をスッと前足の指先浮かすでもいいし、前足を外すでも、これ隙間作ればいいんですよね。隙間ができるとほら重さが移動する。普通はこうした時ほら極端に言うとこういう感じですよね。こうバランスをこう保つんですよ。出た分引くから安定すると。でそれをしなければこうわーってこう前に倒れちゃうわけですよね。でそれを相手に伝えていく。スッと前足外して、これがスッとこうこれ大丈夫ですか。スッとこうこれ大丈夫ですか。これ大丈夫ですか。ありがとうございます。はい。なんかね、どんな印象でした今。なんかもう全体がポンってなんか当たってきた。そうですね、まさにその通りですね。押してないんですよ。これはね、つながりを作るために手はこの形をこう維持しましたけども、重さはここにある。この重さをロスなく伝えただけなんです今ね。これを僕らほら自分の中でロスしたりここでロスしたりするから、あんな最初のこんな感じになってたんですけど、ちゃんとロスしなければ今言ったようにポーンと本当は飛ぶんですね。そういう体を、だからその状態でガツンと殴ったらそれはねめり込みますよ。はい。そういう体を作っていくのはこの聖さんという方ですね。でですね、戦い、いろんな戦いがあると思いますけども、ちょっと変わらないですか。例えばちょっとなんか構えてもらっていいですか。よくね格闘、なんだろうな、アメリカのなんかストリートファイトの動画とかたまにあるじゃないですか。あれこうボクシングやってますよこうやってねストリートファイトなのにボクシングするって、そういう文化なんでしょうね。だからそれはそれでいいんですけども、僕だったらそれしませんね。
僕だったら、相手にもよりますけども、もうこうですね。急所守ってこういきます。ガーンですね。もうごめんなさいね頭突きしたりだとか体当たりして崩し、さっきのやつね、ちょっと母さん踏ん張ってればね、例えばさっきみたいに、こういってもいいし、この相手が突っ込んできたらね、一発じゃなかなか倒せないですもんね。倒せないとこのガーンって言ったらこれでね、急所いってガン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 ってねいけるわけですよね。相手が大きかったとしてもちょっと崩せばいいんで、さっきのやつね、この体がやりかしてればこれほら崩れるじゃないですか。一瞬おってなるじゃないですか。バランスを取るために必死になる、その瞬間はいつくんで、体に力みが発生します。だからその瞬間にバーッと急所にね攻めればいいわけで、だからこういうことしないと思うんですよね。僕だったらね、ドワーッと終わらせますね、その瞬間にね、相手が強ければ強いほどね、その一瞬で終わらせたいね。リーチの長い相手とかよ、このテクニックのあるやつとごちゃごちゃやりたくないじゃないですか。ブワーッと終わらすね、それが可能なのがこの聖さんですね。ありがとうございます。はい、だから皆さんが自分よりでかい相手とか、なんか多人数とかね、いろんな状況の時にね、なんかうまくできないでも体当たりはできますよね。急所守って体当たりすればいいんですよ。体当たりしてバーンと相手クッと崩れればいいんです、ね、それを押しちゃうとダメなんで、この体つながったままポンと当たればうっと崩れるんでね、その瞬間にパパパーッとね急所を攻めちゃえば大抵のやつには多分勝てると思うんですよ、ね、なのでちょっとねこの聖さをね身につけてもらえたらと思います。だから関節使うと強い方勝つんです。僕の方が両手より強ければ勝てるかもしれないけど、それやりたいわけじゃないですよね。皆さんね、じじいになっても強くなりたいわけですよね。だからこの出力を上げるんじゃなくて頑張ってください。はい、相手にさせなきゃいいんですよ。喧嘩しなきゃいいんですよ、でこれにこれコーンってなんかやば今回は実際の組み手の中で攻撃が当たるか当たらないかを大きく左右するポジショニングの習得方法について解説していきたいと思います。ポジション技術を習得したいならまずこれからの3選ですね。1つ目、間合いの有効性を知る。2つ目、片手外ポジションの有効性を知る。そして3つ目ですね、